はい、こんにちは、山下夏美です。8月19日、月曜日。今回は、ラグナ編最終日の映像をまとめてきました。一番最初はですね、今回、テンスストリートビーチですね。サイドウォッシュが出る有名なビーチにね、朝から行ってきました。朝一ですね、ちょうどテンス行くときに、同じビッグのライダー、ジョン・ウェーバーと会いまして、僕はスキムでジョン・ウェーバーはツリーみたいな感じでやってましたね。あんまりねちょっと波が正直良くはなかったっていうのがあって、上げないとできないんですけどね、上げ切りがちょっと足りなくてですね、この日はややちょっと難しめの波だったからちょっと難易度は高かったですね。ただせっかく来たんでね、最終日ようやくテンス行けたんで、今回はテンスの映像をまとめて練習していってまとめてます。こんな感じでなかなか新鮮なんじゃないですかね、このサイドウォッシュの映像っていうのは。横から来る波に合わせてサイドウェイで伸ばしていくとか、パンプで伸ばしていって正面に来るドストレートの波で最後コンプリートするっていうのが基本的にサイドウォッシュの乗り方っていう感じですね。この時にですね、やっぱりね、なかなか難しくて、波の上に乗っちゃったりすることが多いんで、この波の上に乗らないっていうことはね、意識してやっていかないとね、ダメですね。ここから当てて、いや、サイド押しで、サイド押しをサイドウェイに合わせて、ストレートで、最後エアー。これちょっとコンプリートできなかったけど、これが一番サイズと波の形が良かったやつですね。基本はこういう風にサイドウェイで伸ばしていって、最後リップの重なる場所でコンプリートするっていうのがね、サイドウォッシュの乗り方なんですけど、まあちょっと難しかったんで、本当だったらもうちょい潮高くてできるっていう感じだったんですけど、この日は難しくてね、ちょっと最終日なんでいろんなポイント回ろうっていうことで回ってます。でお昼ぐらいにですね、アリソ結構厳しいですねに着いたんですけど、アリソビーチですね。アリソビーチもですね、ちょっとうねりが下がっちゃってですね、もともとうねりがねちょっと下がる予報だったんでどうしようかっていう風にはなってたんですけど、やっぱりアリソもちょっとうねりが足りなくてですね、長くチェックはしたんですけど、またここからちょっとポイントを移動していく形となります。さあ今ちょうど移動してるんですけど、こういう風に階段降りていってたどり着くのが、はい、ここですね。ウエストストリートビーチですね。ここはですね、もう完全に階段をね降りて結構中に入った場所なんですけど、崖のこんな感じで人も意外と賑わってるビーチとなっております。小波だったんですけど形が良くてですね、ここで最終日ラストラウンドはここでね締めた感じとなっております。かなりいい練習ができた波で、積極的に流し波を狙っていく感じになるかなといった感じとなってました。ここではね、ウエストのローカルのアンドリューとかとあったりして結構楽しくできました。意外と人数も多くて、この大会後はね意外とどこもスキムボーダーが少なかったりするんですけど、ここにこの日は集結してた感じですね。アマチュアの選手が、プロの選手はねなかなかいなかったんですけど、こんな感じでちょっと口深いけど乗れるっていうのがあったんでチャレンジしていってます。なかなか景色がいいビーチなんですよね。ここはちょっと口の深い流し波をうまく乗れるかっていうのをどう考えて練習してきます。ここはかなりラグナの中でも難易度は低いイメージがありますね。僕も何回か入りましたけど、他の動画とかでもちょっと上げてるんですけど、タリアビーチ、タリアストリートビーチが一番
日本の波とは近い感じで似ているのでね、タリアが一番やりやすいんですけど、ここもちょっと癖はあるけどそこまで難しくない波のことが多いんでね、すごいいい練習ができます。モンキークロールで積極的にちょっとアウト狙いつつ横に走らせてダウンザライナー、これができればかなりいいかなっていう感じでしたね。コナミでどうやって流すかって感じでしたね。ただパワーゾーンっていうのをねキープできれば、こっちは水量が多いんでしっかりその位置を考えながらライディングをしていくといった形がね重要だったかなと思います。こんな感じにちょっと詰まっちゃうことありましたけど、積極的に走っていきます。パンプしちゃうとねちょっといいゾーンから外れちゃうことがあるんですけど、最初のねちょっと水量がねこの岩の影響で変に流れてるんでね、そこを乗り越えるにはちょっとパンプが必要だったかなって感じでパンプしていってます。いいですね、こういう風に最後ちゃんとしっかりコンプリートはしたいけど、最終日軽く流す感じでいろいろ試しながら乗ってる感じとなっております。これね実際だったらねもうちょいね早めに出れたらいいかなっていう感じだったんですけど、やった時はただなかなかねちょっとこの岩が見えにくいところにあってですね、ちょうどこの今岩と岩のね間から走ってる感じなんですけど、ちっちゃい岩がねそこの間にさらにあってですね、その岩が見え隠れしてるんで、それの岩がちょっと見えてる時じゃないとどこに岩があるか分かんなかったから、ちょっとテイクオフに戸惑ってたっていう感じでしたね。こんな感じで上から見るとかなり水の色も綺麗だし岩も見えるみたいな感じで、すごい綺麗に見えるんじゃないかなと思います。こういうスキムポイントもラグナにはあるってことをね皆さんに知っていただければいいかなと思います。なかなか映像だとね意外と上がることが少ないんでね、 SNS だとこのビーチは昔の映像とかねいっぱい出てるんですけど、なので今回この動画を機に知っていただければいいかなと思います。流し波をねこの感じで積極的に一応狙っていく感じですね。口が深いのをどう合わせるかっていうのがやっぱりどんどん引いてきちゃったかっていうのもあって難しかったですね。ただこういう風に一応横には走れる、いろいろちょっと試しながらね、せっかく来たビーチ最終日だったんでねしっかり練習していって、この日はですねやりきって帰国した感じとなりました。今回ラグナ編ということで YouTube まとめてきましたけど、また次回になるかわかんないですけど、今後もですねニューポートビーチ編の方をですねまとめていけたらいいかなと思ってるので、今後もぜひ海外線の動画とかを見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。